皆さんこんにちは。三上正史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はこちら。このかっこいいアデニウムの育て方をお伝えしていきたいと思います。もう惚れ惚れする樹形。見事ですよね。いわゆる塊根植物というこの塊のようにですね、根っこの部分であったり茎の部分、幹の部分が塊のようにもこっとね、大きくなっていく植物を総称で塊根植物というんですが、その代表的植物がこのアデニウムでございます。もうこれからね、塊根植物何か育ててみたいなと思われる方にもとってもおすすめです。というのも、塊根植物って結構根が張るものが多いんですが、このアデニウムはとっても今ね、ポピュラーになってきて、安価にですね、小さな苗手に入れられるようになりました。園芸店さんや、お近くのホームセンターさんなどに行ってね、探してみてください。結構ね、このアデニウムね、置いているので、もうね、小さな苗でいいんですよ。そこから大きくこんな風にね、育てていって、もっともっと大きくして、自分だけの一点物に仕立てていける。それがこの塊根植物、アデニウムの魅力です。ちなみにアデニウムの原産地は砂漠地方です。熱帯地域の砂漠地方、南アフリカなどが原産地なんですね。で、僕は今マレーシアにいるんですけども、マレーシアと日本をね、行ったり来たりしながらですね、植物探索してるんですが、マレーシアやタイなどでもですね、とっても人気です、このアデニウム。当たり前のように皆様育てていらっしゃいます。もう玄関先などでもですね、皆さん鉢植えで大きく育ててる方多いんですよ。で、外でね、しっかりと元気に育っているわけなんです。で、僕自身もこんな風にですね、育てていてですね、やっぱり元気いっぱいしっかり育てるためにはポイント、コツがございますので、そこを今日はしっかりとお伝えしていきたいと思います。ちなみに花もね、咲くんですよ。砂漠のバラと言われているほどね、美しい花が咲きます。今日のポイントを押さえれば、花も咲きやすくなりますので、最後までぜひご覧ください。というわけで、まずは育て方、大事なポイントです。置き場所なんですけども、日光が大好きです。砂漠ですよ。お日様さんさんの場所で生きるアデニウムですから、日光しっかり当たらないと元気に育ってくれません。やっぱり花も咲いてくれません。というわけで、気温が20度を超える4月から10月くらいまでの間はですね、なるべく外で育ててください。外でしっかりと日光に当てること、そして風通しが重要です。砂漠もね、周りに何もないわけですよ、植物が。そんな中でも育つわけです。つまり風がしっかり吹いてるわけなんですね。で、マレーシアもね、やっぱり暖かくて日光さんさんです。そして風が通ります。ですから、風通しが重要です。そして何よりも気温ですね。気温が本当に重要です。暖かい場所です。もともと育つ植物、砂漠で育つような植物ですから、20度以上が適温でございます。で、とはいえ、じゃあ寒さには弱いのかっていうと、結構耐えてもくれるんですね。5度ぐらいまでは耐えてくれるかなっていう、僕も日本で育てている印象はありました。とはいえ、5度を下回ってくると、あからさまにですね、元気がなくなってきます。葉っぱもね、冬になると日本では全部落ちますね。でも、ここ今、冬取ってるんですよ。マレーシアは冬も30度あります、気温。もちろん葉っぱ落ちません。つまり気温さえしっかりと20度を超えるような気温が年中ね、あれば、本来は常緑、常に緑が保たれる植物なんですよ。なので、もう熱帯地域では観葉植物としてもね、親しまれているのがこのアデニウムなんですよ。つまり葉が落ちず年中楽しめるような観葉なんですね。なので、日本でもとにかく冬の寒さには気をつけてください。で、逆に春から秋暖かい時期は外でしっかり日光に当てる。なので、冬場は室内ですね。室内。とはいえ冬場も室内の必ず日光は大事です。当然原産地、熱帯地域では冬場もずっと日光をしっかり外で当ててるわけですよ。外で育てられるわけなんですね。なので室内、日本は寒さを避けるために室内になりますけども、日光、日の当たる窓辺に必ず置くようにしてください。ここが大きなポイントです。で、特に冬場室内に取り込んだ時はですね、発泡スチロールのね、容器の中にこの鉢ごとちょっと入れていただく。それだけでもですね、結構防寒になるんですよ。あとは、鉢の上ですね、この土の上をですね、マルチングしていただく。ココヤシの繊維であったりだとか、あとはバークチップなどでもいいので、マルチングしていただくだけでもですね、防寒になります。例えばこういう、はい、これがココヤシ、繊維です。ヤシの繊維です。はい、こういったものをですね、上に敷いていただくだけでも防寒になりますから、そういったこともやっていただいて、冬場とにかく乗り越えましょう。冬場暖かくですね、そのように日光にもしっかり当てて育てることができれば、春から元気に育って花も咲きやすくなりますので、ここポイントになります。で、日光大事ですので、しっかり日光に当ててください。
さあ、続いて水やりなんですけども、ここも重要なポイントです。で、これ僕日本でも育てていて、水、アデニウムって好きだよなーって思ってたんですよ。ただ、アデニウムは砂漠の植物ということで、水はなるべく控えめにやりましょうっていうのが通説になっているわけなんですよね。それでももちろんしっかり育ってくれるんですけども、水をしっかりやった方が元気に育って花も咲きやすくなるなという印象があったんですよ。で、それを確かめるべく僕はこっちの熱帯地域でいろいろな場所でアデニウムが育ててる環境を見てきたんですが、ですね、ズバリですね、水やっぱ好きです。で、大事なのは土が乾燥するってことが大事で、そのメリハリなんですよね。水自体はしっかりやった方がよくて、で、乾く時間をしっかり保つと。で、なるべく早くに乾いた方がいい。ということで、土に関しては、水はけがいい土を使ってください。赤玉土なので OK です。つぶつぶの土でさーっと水がはける土ですね。僕は何だったらですね、今、これ、軽石です。小さい軽石にと赤玉土を混ぜた状態で植え込んでいます。なので、とっても水はけがいいです。もう水しっかりやって乾かすっていう感じです。で、これもなぜかというと、うちのマレーシアは毎日のようにスコール、雨がバーッと降るんですね。ただそれも1時間ぐらいで止むんです。ザーッと降ったら止んで、あとはカラーッと晴れるんですよ。めちゃくちゃ土が早く乾くんですよね。で、乾いた時間があったら、これでもかってぐらいね、もうゲリラ豪雨のように雨が降るんですよ。でもそれでまたさっと止むわけなんですね。これがもう理にかなった水やりというか、アデニウムもそうだし、観葉植物もみんなそれで元気に育ってるわけなんですね。で、水は頻度をしっかりと土が乾いたらたっぷりやるっていう、他の観葉植物と同じような頻度で水をやっています。それでしっかり元気に育ってくれます。で、よく枯らす原因が、水のやりすぎというのは土が乾いてないのに水をしょっちゅうやってしまって根が腐ってしまって、さらによくありがちなのがこの幹の部分ですね。塊の部分がですね、ブニョブニョしてくる。これは根っこの方が腐ってきていて、そのまま全体に行き渡って枯れていってしまっているということなので、乾きにくい土っていうのは NG です。乾きやすい土、赤玉土などに植え付けていただいて、そして水は土が絶対しっかり乾いてからやるという形でやっていただければ元気いっぱい育ってくれます。で、これが基本の水やりでして、で、日本の冬は気温が下がるとですね、体を休めます。休眠期に入って葉っぱも落としてくるんですね。葉っぱも落ちたような状態でしたら、水の吸い上げもかなり弱いので、もう頻度も下げちゃってください。土がでもしっかり乾いてから、さらに待っていただいて、もう1週間、2週間待ってもいいです。もう月に1回ぐらいの水やりでもいいですから、冬場は水はかなり控えめで OK。で、ポイントは春から秋の暖かい時期は乾くのを早めにして、水はしっかり乾いたらやるという。これをやっていただくと花は咲きやすくなります。そして実は重要なのが葉水なんですよ。というのも空中の湿度が大事でして、砂漠って乾燥地帯ですから湿度ほとんどないと思われてるんですけど、調べたところなんと日本の冬の乾燥している場所の湿度と砂漠の湿度、なんと冬の日本の乾燥の方が湿度が低いそうです。砂漠って 20% くらい湿度あるんですよ。でも日本の冬の乾燥してる時期ってもう 10% くらいまで下回る。なんならそれ以下の場所もあるそうで、それぐらい乾燥しちゃってるわけなんですよね。なので、特に冬の時期っていうのは空中湿度を保っていただくとより元気に育ってくれます。冬場葉っぱをね完全に落とした状態といえども、株全体にですねシュッシュと霧吹きで水をかけていただく。葉っぱがあるならなおさらです。葉っぱからしっかり水吸収してくれますから、全体にですね、シュッシュと随時霧吹きで水をかけていただく葉水という方法なんですが、これを年中ですね、気がついたらやるっていう感じでやっていただいた方が元気に育ちます。さらに言うと、冬場はですね、加湿器ですね。加湿器をかけて、なるべくですね、湿度を保つようにしていただいた方が元気に育って、さらに花もね、咲きやすくなります。これがですね、まさにそうだとですね、確信したのが、マレーシアって、プールがね、そこら中にあるんですけども、大きなね、プールに行った時に、アデニウムがプールサイドにいっぱいですね、鉢植えで大きく育っていて、で、スプリンクラーで水かけてるんですよ。うわーって、いわゆる霧吹き状の水がずーっとかかってる状況で、アデニウムめちゃくちゃ元気に育ってるんです。これ、その時の写真なんですけど、ご覧ください。これちょっともやっとしてるのはこの霧なんですよ。ずーっとかかってて元気に育ってご覧ください。しかも花咲いてますよね。そうなんです。
しっかり空中湿度があった方が花は咲きやすい。驚いたことに、他に水がかかっていない場所で植わっているアデニウムよりも、このプールサイドでずっとスプリンクラーに水かかっている場所の方が、しっかり花が咲いてたんですね。これ、実は空中湿度が花に影響してるんじゃないかなっていう、葉水をやった方が花は咲きやすいんじゃないかなと思います。空中湿度を保った方が元気に育つということが分かりましたので、ぜひ皆さん簡単ですからやっていただけたらと思います。そしてプラスですね、葉水のその水にですね、活力剤、活力剤っていうのは肥料ありますよね。肥料成分とは別のミネラル分です。栄養成分が微量栄養素って言いますけども、そういったものが入っているのが活力剤としていろんなものを売っております。そういったものをですね、規定よりもさらに倍に薄めていただいて、混ぜていただいて、それで葉水としてやっていただくとですね、葉っぱからもですね、そういった栄養分も吸収できますから、かといって濃度が濃すぎると葉っぱ焼けちゃいますから、必ず薄めて、規定よりもさらに倍に薄めていただいて、葉水でかけていただくとより元気に育ちますのでおすすめです。で、何やったらいいんだろうって悩んだらですね、おすすめはこちらのはい、悩んだらボタナイスでございます。こちら観葉植物や多肉植物専用のシリーズなんですが、もちろん開根植物でもバッチリでございます。開根植物にも効くこのボタナイス、こちらは元気を育てる濃縮液といって、まさに活力剤になっております。こちらは5倍に薄めて使うタイプなんですが、なのでさらに倍なんで10倍ほどに薄めていただいて、葉水としてやっていただくと、しっかり葉っぱからもこの活力剤吸収してくれて、より元気に育ってくれますからおすすめでございます。そういった葉水、活力剤を混ぜた葉水のやり方、詳しくはですね、別の動画でも上げておりますので、よろしければご覧ください。で、もう一つ重要なのが肥料です。砂漠地帯ってほとんど肥料がないんで、そういった場所でも生きてくれるぐらいタフな植物ではあるんですけども、やっぱり花を咲かせたい、大きく育てたいって思ったら、肥料をやった方が早く大きく育ってくれますし、花も咲きやすくなってくれます。ですから肥料はしっかりやってください。で、肥料は観葉植物用の肥料や開根植物の肥料で OK なんですが、悩んだらこちら、はい、ボタナイスシリーズですね。観葉植物専用の肥料でもありますが、こちらのアデニウムでも OK です。こちらをですね、規定量ですね、やってくださいね。置くだけ簡単、常在肥料というものです。で、これ肥料成分だけじゃなくて、さっき言ったですね、微量栄養素もですね、実はこちらにも少し入ってるんですよね。マグネシウムやマンガン、カルシウムといった微量要素も入ってますから、もうとってもおすすめでございます。で、こちらをですね、置くだけで OK です。規定量しっかりパッケージの裏に書いてますから置いていただいて、あとは水やりとともに溶け出して効いてくれるという形で。で、こちらをですね、必ず暖かい時期にやってください。冬場はやらないでください。日本の冬、寒い時期は肥料の吸い上げもほとんどしませんから、冬はやる必要ありません。で、特に肥料やりすぎてもいけなくて、この規定量を必ず守っていただいて、頻度もメリハリをつけてください。これが重要です。アデニウムは砂漠で生きていて、もともとはそんなに肥料がなくても生きる植物です。肥料過多になってしまうと、もう怠けちゃってですね、花を咲かせるっていうのは、子孫を残すために花を咲かせるっていうことでもあるので、ある程度タフに育てた方が花は咲きやすくもなるんですよ。なので、肥料をずっとやりすぎてしまっても、花はそんなに咲きにくくなってしまいます。とはいって肥料不足でも花を咲かせる力がないので、花は咲きにくくなってしまう。適度にしっかりと肥料をやる、メリハリをつけるっていうのが重要なので、春から秋の暖かい時期、もう春か秋だけでいいです。肥料がない時期も経験することで、もう砂漠自体の元々のタフなポテンシャルも引き出しながら、花も咲かせなきゃと思い出させながらですね、でも蓄えた肥料もあるから力を使えて花も咲かせやすくなる。こういった風にやっていただくと株も大きくなるし、花も咲いてくれるしという風に元気いっぱいに育ってくれますので、このようにやっていただけたらと思います。はい、というわけで今回はですね、この人気のアデニウムを元気いっぱい育てる基本のね、育て方お伝えしました。ポイントがございます。やっぱり熱帯地域で育てている様子もしっかり見ているとですね、日光にしっかり当てている、そして水やり、湿度はしっかりあるというような状況にする、さらに肥料もメリハリをつける、これをですね、抑えて育てていただければ元気に育てることができます。そして日本で一番気をつけるべきは冬です。冬の乾燥と寒さにとにかく気をつけていただいて、毎年ですね、元気いっぱい大きく一定もののアデニウム育ててみてはいかがでしょうか。いいなと思われた方、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、三上正史の趣味は園芸チャンネルでした。ありがとうございました。